おはようございます。ブルーブルーの富山翔平です。本日はですね、春の東京真奥河川にやってまいりました。今時期が4月でちょっと走りのね時期なんですよ。まだ一番いい時期ではないのかなってとこはあるんですけど、その中春のねクロダイはじめ、いろんな魚をねちょっと狙っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。でまずはねクリフォンディープ 75S ですねを使っていきます。で今満潮潮止まりから今下げ潮が始まったところですね。まだ潮位があるんで、このクミホンディープこれがレンジが、1m からマックス 3m まで入るんで、これ潮位が高い時はこのディープからスタートすると良いと思います。でもアップに投げてもう着水したら、最初はもうただ巻きで大丈夫です。でボトム当たった時にねリップが先に当たるんで、このコンコンってなった時にちょっとロッドを煽ってあげる。そうするとこの下こういうボルトがバーって広がってるんですけど、先フックがかからずにねリップが先に当たってくれることによって根がかり回避になります。さあ今下げ始め、ここ駆け上がりになってるんですけど、キャスト先でおそらく 2m ぐらいあるんで、そういった時にねこのクミホンディープですね、ロングリップなんですぐにグッとレンジ入ってくれるんで、だから僕はこの潮位だとちょっとアップに投げて流れに合わせて巻いていってます。これ別にダウンでもいいんで、アップでもダウンでもこの際の方に結構ハクがいますね。こういうベイトを食べてる時にやっぱこういうシャットは特に強いですね。ミノ系ルアー、ここの狙いとしては、フルキャスト先、20m ぐらい沖に、流進に向かう航路があるところが一番深いんですけど、フルキャストしてまずそこを狙う、そこのボトムを狙う。で手前の駆け上がり、こういうゴロタがずっとまだ下がっていくんですけど、そこについてるクロダイを狙うっていう2通りあるので、遠くにフルキャストしてもよしですし、手前にねショートにポン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 と近いところを狙って探るのもよしですね。最近ね、天然水もいろいろあるじゃないですか。僕このサントリーさんのこの天然水がめちゃくちゃ美味しい。こればっか飲んでますよ僕今。健康と言ってくださいと。そんなこんなんでルアーチェンジですよ。はい、ナレージ6号です。グリーンゴールド。プラグで反応ない時はねルアーローテーションして、アクションだったりレンジだったり、バイブレーションだから釣れるっていう状況ももちろんあるので、そこはね臨機応変に。でこのフルキャストというか、ちょっとキャスト遠めにキャストした先がレンジが深いんですけど、そこは水深があるところなんですけど、最初はもう着水してからこう巻いてきて上のレンジ探って、反応なかったらちょっとずつ落としていくっていうところで今ね少しレンジを入れてます。でそれがしやすいのがやっぱバイブレーション系、オートマチックにレンジが入るっていうよりかは自分でコントロールできる。食った食いました。ナレージ65シーバスだ釣れればでかいこのデイゲーム。いいサイズいいサイズ、いいデイでは。よいしょ。嬉しいですね。嬉しいバスです。バホバホ。よいしょ。イン。よいしょ。しかもいいですねサイズ。イナッコとかね食ってる個体なんでしょう。よっしゃ。いや嬉しいゲストですね。ナレージ6号グリーンゴールド。クロダイも釣れるしシーバスも釣れるし楽しい釣りです。でもだいぶあったかくはね徐々になってきてるんでね、蘇生もたくさんしてあげましょう。釣れた魚に感謝を持って蘇生時間はたっぷりと。いってらっしゃい。ありがとう。いやー綺麗。
かっこいいっすね、やっぱシーバス。よし、じゃあ引き続きやっていきます。ヒットルアーのナレッジ65、これでやっていきます。やっぱちょっとこういう書き手とかゴロタが多いとこではね、ちょっとリーダーもねこまめにチェックしましょう。意外とねざらつきがひどい時はすぐリーダー切れてしまうんで。よいしょ。こう20メーター先ぐらいに書き手があって、やっぱそこにシーバスもついてるんですよね。で今どっちかというとやっぱそのちょっと大きめでかかったシーバスだったので、そのブレイク沿いにやっぱ回遊してるシーバスって感じですね。この釣りにおいて僕も使用してるタックルなんですけど、ロッドは8フィートから9フィート前後、普段使ってるシーバスロッドで大丈夫です。で PE は1号のリーダー5号20ポンドですね。至って普通の本当シーバスタックルなんですけど、逆に言えばそれでできる釣りですね、今回この黒鯛ゲームっていうのが。シーバスですシーバスです。また嬉しいゲストです。いいんですよ、これで釣れれば楽しいですからね。この時期本当にデーゲーム、春になってこうほらまたいいサイズです。やばい、バレそう、これはバレそう、バレないでくれ。ちょんがけです。バレたらごめんなさい。はい、こっちおいで。ういし、キャッチです。嬉しいですねシーバスも嬉しいです2本目。おお、いや重たいですね。これもいいサイズのシーバス70ぐらいあるんじゃないですかね。いや嬉しい。デイシーバスやっぱ気持ちいいですね。引き続き春の釣りを楽しんでいきます。さっきもちょっと遠めにキャストして、その最初のブレイク、そこにしっかりボトム沈めてゆっくりふわふわっとちょっとボトムを感じながらですね、ちょっと攻めの釣りにはなってしまうんですけど、いや1匹も2匹目もそうなんですけど、特に2匹目なんかねすごく銀ピカな、もう傷一つない綺麗なシーバスでした。ああいった個体は本当沖からね入ってきて、ベイトを求めて、イナッコにしろこのしろにしろイワシにしろ、そういったベイトをね求めてきて沖から入ってきてるシーバスなので、アフターでちょっと痩せ気味だけどもしっかり元気もあるし、よく引くし、綺麗かっこいいシーバスですよね。さあまた続いてルアーチンチクミホン 70S ですね。シャットに戻します。今水深も本当に、潮位がですね低くなってきたんで、こう根がかりしやすい潮位になってきました。そんな中でこのクミホンを使う理由っていうのが、本当バイブレーションに比べてレンジですねがキープしやすい、ニュートラルに理想のレンジに入ったところをずっと平行に引いてこれる。でこういった時にじゃあそのレンジがもっと深いところだったら、最初使ってたクミホンディープで、そこがもっと浅くなってるんだったら70S、そういった使い分けをするといいと思います。でこのクラスのミノなんですけど、クミホンシリーズのいいところはやっぱ飛距離ですね。よく飛びます。もちろんちょっとバイブレーションほど飛ぶかっていうと、もちろんねそれは構造上とかいろんな空気抵抗とか重さとか考えたらそうではないんですけど、全然ね戦える飛距離が出せるので使い分けてみてください。いいですね、このストラクチャーにめちゃくちゃ攻めて当ててるのに根がかりをしないっていう、これがバイブレーションだと無理なんですよね。この手前まできっちり引ける。でむしろそのストラクチャーに当たった時の平打ちした時、その時がねまた食わせの間になるので、意外と今濁ってて見えないんですけど、この本当手前のもうここから5メーター先にも魚って全然いるんで、そういったとこを攻めたい時はもうクミホンシャット系のこういうルアーの一択ですね。一つただ巻きもいいんですけど、それで当たりがなかったらこういうトゥイッチ、これがまたクミホン
すごくトゥイッチしやすいし、トゥイッチ幅ピッチがいいんですよね。やりやすいしいいアピールになります。また魚に対しても。食った。よし、組本です。食いました。いいっすね。嬉しいよ。さあ、これはクロダイだ。この引きはクロダイですね。狙ってた魚です。ほら、いいサイズ、いいサイズ。見てください。ほら、いいっすね。おう、ちょーけー、やったー組本ですね。やっぱこの手前のシャローにいましたね。さっき言った通りの、もう狙い通りの場所で狙い通りの魚が食ってくれました。いや嬉しい。よし、引き続きやっていきます。もうね、さっきも言ったように狙い方は一緒ですね。そんなに沖に投げず、こう手前もうコツ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 リップがねストラクチャーに当たって回避してるっていう時に食ってくれましたね。やっぱこの際っていうのはね、やっぱシャローは魚いますよね。さっきはアップでかけたんですけど、全然ダウンでも食ってくる魚がいるので、一直線に真正面に投げる点の釣りというよりか、横に投げてちょっと線の釣りができた方がよりね、1匹のクロダイに対してじゃなくて、数匹そこのラインにいる他の魚にもアプローチできるので、もちろんそのさっきも言ったんですけど、周りのアングラーさんとの兼ね合いもあるので、無理にアップに投げすぎたりダウンに投げすぎたりっていうのはしないように状況を見つつで、どんどんいろんなとこを探っていくのがいいと思います。食いました。よし、OK。さあ、これはクロダイだ。よっしゃ釣れました。割れるなよ。際にいましたね。よいしょよいしょ。腕よいしょ。ういよ、元気。オッケー、やりました。念願のクロダイです。よいしょ。これも同じパターンですね。もうコンコン当ててたら食ってくれましたね。組本いい仕事してくれますね。はい、51センチ、年なしですね。クロダイランカー、いやいいサイズです。嬉しい。これはお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。いや本当に楽しいデイゲームだったなと思います。でこれから時期的にも今4月なんですけど、5、6と梅雨入りもしてきて、どんどんねクロダイもシーバスもね活性が上がる時期になると思うので、ぜひねこういろんなルアー、ブルーブルーから出てるいろんなルアー使って皆さんも釣果を楽しんでみてください。本日ありがとうございました。